こんちは。4G 初めから攻略パート37です。前回は G 級闘技大会で遊びました。今回は大老殿の攻略に戻るよ。いい加減放置してたダラーシを攻略しないとね。今回は準備にだいぶ時間がかかりましたね。その成果をしっかり見せていきましょう。よーし、じゃまずは装備作りから行くぜ。ダラーシュ用にせこせこ素材を集めてたよ。まず作るのはこちら、シャングリラです。シャガルの双剣ですね。これの天輪が沼りまして、20回はサブタゲマラソンしたと思いますね。制作が面倒だった分、性能は高めでまとまってるよ。匠紫40と会心 40% が目を引くね。竜双剣ではすでに曲折があるが、物理性能は圧倒的にこっちが上だな。竜300も普通に優秀ですね。非常に使いやすい双剣となってます。さあ、続いて防具だ。こっちもだいぶ素材集めが面倒だった。4G のテンプレの一つ、土天を使った真打ち装備ですね。技物を追加したスタンダードな構成になってます。竜属性強化もつけた欲張り構成だね。スキルは3つしかないけど。これ、テンプレの一つではありますが、正直あんまり強力ではないと思っています。土天の銅が東証1スロ3と貧弱なので伸びしろが少ないんですよね。まあ、あくまでイベクエとか発掘がない環境での汎用装備みたいなイメージだからね。今作れるものとして高性能なのは間違いないよ。全体的に防御力も高いしね。そうですね。土天の腰なんかは最終環境でも使ったりしますし。それじゃいよいよ、ダラ君討伐と行きましょうか。よし、クエストはこれだな。不朽不滅を歌う帝。原種は王でしたが、亜種は帝です。名前からして大物になってます。この子は亜種ですが、専用ムービー付きです。何気に初遭遇ムービーは久々ですね。じゃ、一丁やりますか。気合い入れていくぞ。さあ、亜種戦だ。すんごい脱皮してたな。ここまで亜種の正体を明かしてくれるのも珍しいですね。ムービーの通り、亜種は脱皮直後の姿です。つまり、生物学上の亜種ではないんですね。ディアーシとかサピクシャのノリに近いです。亜種くんの特徴といえば、まずはその肉質。なんと、ランダムで赤くなって柔らかくなるよ。逆に言えば、赤くならない限りは岩のように硬いままだ。もちろん、ダメージもまともに通らない。ただ、全部位が一度に硬化することはないみたいです。やった限り、必ずどこかしら軟化します。一部、元から柔らかい部位は逆に硬くなったりしますが、基本的には大幅に軟化すると考えていいですね。今殴ってる爪とか、頭や胸が顕著だね。なんと、7倍くらい物理が通るようになるよ。もちろんランダムってことで、泣かされることが多い仕様なんだが。じゃあ、と思いきや硬化してましたとか、あるあるですね。さあ、まずは爪破壊でダウンを取れたね。頭へゴー。地面が大変なことになってるが気にするな。これは一定時間で消える。これ、ダラが地面を擦る系の動作をした後発生します。ダメージは普通に痛いので、あまり長居したくありません。ダウン中は、突進連山を押し付けるループを使うよ。もちろん軟化してる部位にな。ダウン中に頭が硬化してると、がっかりするんですよね。部位破壊でちょっとだけマシになりますが。で、さっきの赤くなった地面ですが、
ダメージは長靴術で無効化できます。とはいえ、それより研磨術を優先したいけどね。長引かせないのが一番の対策だから。この子は終盤が本番なんですが、そこまで行くと熱ダメージなんて些細な問題ですからね。それよりは全て火力系に振って速攻で終わらせに行った方が楽です。ダラーシュの終盤戦は正直狂ってるからね。あれをしのごうと思うのは間違いだよ。さ、今はとりあえず差し出された頭をめった切りにしていこうか。軟化時の頭は切断75、竜40と世紀末な肉質です。竜属性の手数武器を押し付けましょう。いいね、双剣の楽しさがめっちゃ出てる。シャングリラの初陣としては最適だな。噛みつきが来た後は岩に巻きつきますね。ここは基本的に登っていきます。大先人が南下してると嬉しいな。これは登ってみないとわからん。と言いつつ、登る前に背びれ見ればわかりますね。どうやら今回は南下してないっぽいです。しゃあない、じゃあ腕を狙いに行くか。どっちかは南下していることが多い。ちなみに腕と爪は別の判定だよ。南下時は腕の方が属性が通る分柔らかいね。腕の南下は頭と同じ肉質ですね。竜双剣であれば爆速でひるみが取れるはずです。なんか説明してて思ったけど、こいつの仕様分かりづらすぎるな。仕様を知らないと困惑しますよね。同じ部位でも硬かったり柔らかかったり。何か条件があると思いきやランダムで変化って、こんなの前代未聞ですよ。我々も最初は条件があると思ってたよな。当たり前だけど見当もつかなかった。ただ理解さえしてしまえば恐れることはない。ちゃんと軟化部位を殴れればダメージは足りるよ。この通りひるむたびに大げさにダウンしてくれますからね。メンタルの弱さは脱皮しても変わっていません。今しれっとダウン中に効果したね。気まぐれにも程があるだろ。ダラーシュ自身もコントロールできないんですかね。日常生活大変そうですけど。確かにね。いきなり頭がふにゃふにゃになるの怖すぎる。というのは置いといて、この間は暇なので下半身を殴っておくよ。ダラの体の下半分は肉質が細かく分かれてるんですが、大体どこを殴っても有効打になりますね。その上判定が広いので、適当に殴っておくと十分なダメージになります。この辺は流れの一部として殴ってる感じだから、半分感覚で狙ってるんだけどね。マップの北東部に来たよ。ここは前半しか居座らないところだね。ここで狙うのは爪か胸ですね。今回はノリで胸を攻撃してますが、ちょっと良くないかも。終盤のために胸ダウンを取っておく考えもあるからね。ダウンを取る方法は他にもあるが。慣れないうちは爪を殴っとくのでもいいよ。軟化してるかは運次第だが。で、頭が軟化してたので頭を狙っています。その都度、土下の発酵具合を確かめねばなりません。面白いっちゃ面白い仕様ではあるが、運次第で難易度めちゃくちゃ変わるよなこれ。効果中は本当に岩みたいな肉質ですからね。属性を押し付けるにしても限界があります。とはいえ何度も言うように終盤が本番なので、それまではあまり難しくありませんが。ここから出現したってことは体力半分切ったか。ここまで5針では収めたいね。火力が足りてるって証明ですもんね。ここまでで苦戦しているとクリアは厳しいです。前半と後半でまるっきり別物なので。後半は北東部に陣取らなくなるのが嬉しいね。あそこはいろいろと地形やらが不安定だから。怒り時に爪を狙ってると、メテオが降ってきて最下層まで落とされるとかよくありますね。かといって胸付近はスリップダメージが痛くて危ないです。意外とさばくの難しいんですよね。それでここへの巻きつきだが、今回も背中は軟化してないみたいだわ。背中の効果中は登らずに頭を狙うといいよ。ダウンが取れればそのままチャンスにできるし。しかし一応背中破壊がサブタゲなんですが、降下しちゃったら達成困難ですよね。竜30通るとはいえ、物理肉質のせいでダメージ効率が悪すぎますし、背中破壊とかの報酬を狙いたいなら、破壊王とか積んでリタマラがおすすめかな。わざわざ登った挙句降下中でしたってあんまりだよね。というか今回は腕も降下してるみたいですね。完全に登り損です。くそ、これなら下にいたままで頭か下半身を狙いたかった。この辺で肉質変化に嫌われるとタイムにもかなり影響出るからね。まあ降下しちゃってるもんは仕方ないですね。おとなしく機会を待ちましょう。さてと、ここに来たってことは、いよいよ終盤戦かな。こうなるともう大変です。ため動作がないブレスと大量のメテオが襲いかかります。ダラ君の機嫌次第では、
メテオに当たった瞬間にオツが確定する場面もあります。メテオの数が多すぎるんだよな。バカゲーの域だよこれ。威力自体は2、3割ってところだが、食らうリスクが高すぎるのが脅威だね。もちろん地面の赤熱化も起こります。こうなっちゃうとダメージを抑えること自体が難しいです。終盤にダウンを取っておくというのはこれが理由ですね。ダラを動かさない以外の対策がありません。取れるダウンとしては、類破壊全般、ジャンプ攻撃、それからナイフだね。ジャンプ攻撃は言ってみればノリの代わりですね。一定ダメージを与えるとダウンしてくれます。それからナイフ攻撃は壁に張り付いて使えるあれです。フレフレを叩き落とせるやつですね。ナイフ攻撃は当てるの難しいから、狙うなら他の2パターンだね。今回は爪も胸も破壊しちゃってるから、ジャンプ攻撃を狙っていきたいところだな。この状態に移行して1分くらいしか経ってませんが、すでに何度も移りかけてますね。体力は少なくなってるのですが、殴って押し切れるほどではありません。最低1回はダウンを取れないと厳しいね。怒り以降がチャンスだから、そこを狙おう。あ、方向来ました。ここは腕が下段に行くので、ジャンプ攻撃チャンスです。頼む、そろそろダウンしてくれ。お、これは来たか。内ダウンが取れましたね。めちゃくちゃメテを振ってますけど。この仕様ひどすぎるだろ。ダウン中の攻撃すらランダムなのかよ。なんて泣き言も言ってられないから、多少のダメージは無視して攻撃し続けるよ。ちょっと切れ味が落ちるタイミングやら噛み合いませんでしたね。それでも十分ダメージは取れたと思うので、ここからはガチンコバトルするしかありませんね。すべてを捨ててダメージを取りに行くよ。まともな戦闘ができるとは考えるな。メテオがある以上はどこにもアンチがありませんからね。何もかもが運ゲーです。殴るのは爪でいいと思います。ひるみも取りやすいですし。ダウンはしないけど、ひるみ自体は残ってるからね。一瞬でも近藤が途切れるのはありがたい。しかし、こう見ると弱徳も欲しいよな。流属性攻撃も捨てがたいけど。両立できればいいんですけどね。今のお守り事情ではこの辺が限界っぽいです。だよね。まだ発掘防具もないしな。終わりましたね。危ないところでした。タイムは18分台か。ギリギリ合格ラインって感じかな。まだまだ仕様を理解しきれてなかったり、下ってた割には、早く終わった方か。ですね。少なくとも上位ダラよりはうまくいったと思いますよ。ようやくダラーシュ攻略できたね。解読してからそれなりに立っていたが。この子はちゃんと準備して臨みたかったんですよね。その会話あったと思います。よし、それじゃあ、次のモンスターに向かうとするか。さて、次のクエストは、こちら、学竜同国です。極限ディアブロスですね。ディアブロス系の狩猟15頭で出現します。G 級限定モンスのため、要求数は少なめですね。ただ、闘技大会と G2 以外で複数出現しないんで、意外と出すの面倒だったね。さあ、ご対面ですね。極限個体はかなり久々に戦います。こいつのギルクエ、全然通らなかったからな。140個体は、塾多すぎてね。報酬もいい方ではあるんだが、ラージョより少し劣るしな。腹が硬化するのがネックですね。狙える弱点が尻尾の裏側くらいしかありません。コウドウ面はあんまり変わらないんだけどね。こいつやるならアシュやりたいって感じだったな。通常クエなら別に脅威ではないけどね。調出で速攻解除を狙っていこう。さて、準備完了です。調出一発目、参ります。うまく当たるかな。素晴らしい。やはり解除は調出に限る。さすがの解除値ですね。こうなっちゃえばただの原種クエです。狩猟数稼ぎは村でやりましたが、それも夜に原種を狩るクエストでしたね。極限ディアはクエ出現までにディア戦になれやすいね。連続狩猟がない分、ちゃんと戦わないといけない。プラススートを買っただけだけど、全部チャークでやってたから、それなりに慣れたよ。オウガとかは何の練習にもなりませんでしたからね。上位の連続狩猟、1頭1分で終わるので。まずは、スターを取っていきたいな。それから、できるだけ先行で縛っていきたい。放っておくと、突進だらけで時間稼がれるからね。足を止めるのが、とにかく重要だ。さすがに、何度も採局されると困りますからね。なるべく速攻撃破を狙いたいところです。今回の装備は弱徳を積んでないので、輪火力だけ押し付けていきます。極限個体は、基本足狙いになるだろうから、弱徳より挑戦者の方が優先度高かったりするのかな。通常値を考えると TA 用の装備では両方発動させるんだろうが、
まあ、TA はとにもかくにも火力ですから、通常戦闘と一緒にしない方がいいですよ。砲術師に極限強化もしているので、今でも火力は十分足りてるはずです。それもそうか。とりあえず攻撃機会を無駄にしないようにしていこう。切れ味緑の段階で弾かれまくるが、心眼があるから関係ないぜ。心眼での攻撃、意外と嫌いじゃないです。無理やり火力を押し付けてる感が出ます。で、ここは音爆弾チャンスだね。持ってきてよかったわ。地面に埋まってると腹とか殴れたりしますね。もちろん、スタンチを蓄積してもいいです。高出力で締めていきます。これで取れるでしょうか。まだちょっと足りないか。あと一発くらいのはずなんだが。最極まであんまり時間がない。一回はスタンさせておきたいぞ。極限になっちゃうと斧を当てるの難しいですしね。翼に弾かれるのが面倒です。こいつの効果の仕方、超に似てるな。あいつも高いとこは大体ダメだった。スタンが入りましたね。ウィンは万全でないですが、調出チャンスです。今のところ順調だね。やっぱり通常時に慣れてるのがでかいかも。ウィンのため時と解放時、モンスターによって変わってくるからな。ここで最強ですね。スタンのタイミングも噛み合ってました。切れ味が落ちているな。一旦エリチェンして体勢を立て直そう。砂漠夜はエリア3に直接行けるんですよね。ここが唯一の夜のメリットです。リュウサのデメリットと釣り合ってないけどな。いいんだけどさ。よし、じゃあ続きやっていこう。進撃が使えたんで、また研いでるよ。今度は石1個では難しいでしょうが、まあ2個使えばさすがに解除できるでしょう。じっくりとチャンスを待つことにします。遅いパターンだな。これはうまく入りそう。お見事です。多分フルヒットしましたね。ピン1個でも解除値はだいぶ違ってくるので、かなり解除に近づいたんじゃないですか。だといいけどね、光線機会が少ないせいで解除値のイメージがわかん。先行と突進を連打されなければ問題はないはずだが。謎の威嚇が入りましたよ。この子、多分いい個体ですね。あれ、もう解除できちゃった。まだ進撃残ってるじゃん。これはちょっとびっくりですね。やっぱり上質のフルヒットが効いてるようです。ディア君の行動に助けられたところは大きいですが、かなり順調にいけてますね。極限ではラージャンの次に順調かもしれん。装備が強くなってるのもあるけど、こいつ140だとかなり強かった覚えがあるんだが、さすがに通常クエはこんなもんか。136以上とは V のひるみ値で違いを感じますね。通常クエは全体的にひるみやすいです。ひるみの有無は攻防両面でメリットになるので、ステータス以上に強さに差が出ますね。転倒とかしてくれると、ピンチが一気にチャンスに化けたりもするからね。ステータスの違いも大きいと思いますけどね。攻撃や被弾回数の方が重要です。で、ここで移動ですね。1エリア目はかなり順調でした。長期戦を覚悟してたけど、これは意外に早く終わるかもな。追いかけてきました。すぐ隣で助かります。極限戦はだいたい12分前後を見てるんだけど、こいつはどのくらいなのかな。G2 の通常クエを見る感じ、体力は並って印象だけど。過去作ほどタフなイメージはありませんね。肉質が柔らかくなってるのもありますけど。弱点を狙えばちゃんと早く終わるので、メリハリ効いたモンスになってると思います。そうだね。今回は B をぶっ破してるだけだが。結局、クーネならそれが一番強いから仕方ないよね。これは戦略的なぶっ破なんだよ。ディアブロスはビンもフルヒットしやすいですからね。ラージャンとかと違って。さて、先行がうまく入ったので、また調出が狙えますね。縦強化が切れかけなのもちょうどいい。効率的な調出は非常に気分がいいよ。足引きずってるぞ。極限だと最速ペースじゃね。これはちょっとびっくりですね。ビンがうまく入ってる感触はありましたが。極限強化のおかげだけではないですよね。ディア君は体力低めとかあるんでしょうか。あんまりそのイメージないな。となると、シンプルに今回うまくいったのか。どうやらそのようですね。そのまま終わっちゃいましたね。一応、最後に再々曲を披露してくれましたが。タイムは7分17秒だったよ。なんとラージャンより早かった。ラーより地形的に有利だったのはありますけど、想像より5分くらい早かったです。嬉しい誤算だったな。こいつは極限でもだいぶハードなイメージだったから。さて、これで極限攻略もだいぶ進んできたな。残すところ1種類になったぞ。
いろんな意味で次が一番不安なんですが、今はとりあえず考えなくていいでしょう。それでは次のクエストに行きましょうか。また街にモンスターが来てくれたようです。相変わらず、ドンドルマは賑やかだな。じゃ、行ってみるか。さて、じゃ防衛戦行くぞ。武器はクラウィスですね。ということで、お相手は極限セルレギオスです。スーパー飛ぶり、とは言っても、そんな久々でもないか。砂漠での戦いは確か14分台だったから、それよりは早く終わらせたいな。極限強化できてないのがちょい残念ですね。極流力が追いつきませんでした。冒頭でシャングリラに使ったからね。太陽3個集めるの意外に面倒なんだよ。まずは初手、盛大に激流層を外していきます。何やってんすか。当たるかなと思ったんだけど、ガスりもしなかったな。まあいいけどね別に。どうせダメージカットされて全然入らんでしょ。確かに効果部位的に全部弾かれそうですね。極限モンスは全員翼が強制弾きとなってます。ここまでで思ったけど、効果部位って傾向同じだよね。少なくとも、飛竜種はほぼ一緒だ。これで足が弾かれ部位になってたら、片手と双剣が泣いちゃうから、妥当な調整だけど。改めて思うと、一番厄介な調整されてるのって、ラージャンかもしれませんね。彼の場合は、もともと投機効果を持ってるので、後ろ足効果の影響が非常に大きいです。冷静に考えて、あの骨格で足が殴れないって、だいぶやってることやばいよね。このシリーズでも、どうか尻尾を狙おうって話したけど、めちゃくちゃなこと言ってるよな。場合によっては、陣音歌より困りますからね。オフがを擁護するわけじゃないですが。強制弾かれ自体が行き過ぎてるけどね、程度の差はあるよな。で、無事にセルレの解除ができたね。たくさん転倒してくれるとありがたいよ。この子はディアブロスと逆で体力多い印象ありますね。柔らかい部位を常に狙えるにしては時間かかります。この装備、攻撃中に弱特もついてるんだけどね。クーネの調出の火力がでかいだけかもしれないが。今回は地形的にかなり戦いやすいので、それを存分に活かしていきましょう。そうだね。ただ砂漠と違ってすぐやりチェーンできないから体力とかアイテムの管理には気をつけたいな。特に列車ね。今回もジャーキー忘れてるよ。それはただの不注意ですが、気をつけることは変わりませんね。ひとまずは最初の睡眠を取りたいところです。今回は睡眠エフェクト運どうでしょうか。前回、砂漠の時は解除してすぐ寝たよね。睡眠タイミングはかなりブレるな。属性値100といっても手数が圧倒的ですからね。寝るときはすぐ寝ます。この尻尾振る攻撃厄介だな。微妙にワンテンポ遅れてくるんだよな。しかも吹っ飛び台なんですよね。ロスってる感がすごいです。寝ました。睡眠運はまあまあといったところ。この隙に色々回復しよう。戦闘外は支給品が豪華なのもありがたい。応急薬 G と飛躍も完備ですね。贅沢に使っていきましょう。本当は列車対策もあれば完璧でしたが、それは求めすぎですね。めたいこと言えば防衛戦で共通してるだろうしね。世界観的にもモンスごとに変える余裕もないんだろう。カウンターのお姉さんの話だと観測段階では相手がはっきりしてなさそうですね。確か強大なモンスターが近づいてるって感じだったね。正体を確認するのも難しいんだろうな。極限セルレのムービーとか見ればわかりますよね。見る限りかなり絶望的な状況でした。一等ランサーたちが退治してたやつね。あれ、よく無事に帰ってこれたよな。確かに毎回あんな感じなら報告するだけで命がけだよね。襲撃するのは揃いも揃ってやばいやつですからね。支給品があるだけ感謝しましょう。おっと、ここで最極が来たか。進撃が戻ってないから続撃を研ぐか。極限中に寝てくれれば解除の足しになりますね。数回は乱舞させてくれます。尻尾に弾かれないようにだけ注意しましょう。ダウン中も結構吸われちゃうので。尻尾の付け根に当たりやすいんだよな。ダウン中は効果部位が足を囲んじゃうからね。続撃は効果時間短めだから慎重に攻撃していこう。あとは睡眠運だけですね。エフェクトが出なければ対象の劣化になっちゃいます。続撃も結構難しい立ち位置だよな。お、寝てくれたぞ。これは続撃生きたな。2回目は早かったですね。やはりエフェクトの偏り次第ってところですか。それじゃあ切れ味を回復して念のため競争も飲み直しておきますかね。乱舞で物理火力出したい場面多いからね。戦闘中に切れると面倒だ。双剣の TA を見てると属性で押すなら鬼人強化、物理で押すなら鬼人化で立ち回るのが基本っぽいです。
もちろん、差し込み技としては突進連さんが一番ですが、この運用は双剣を使う上でヒントになりそうです。何も考えないと使い分け困るんだよね。正解が見られるのはありがたいよな。よし、それじゃあ採曲もやっていこう。この分だと問題なくいけるはずだ。その後も特に大きな動きはなく、何度目かの極限を解除しています。なんだかんだタイムは10分張りに突入してますが、流れは悪くないですね。これ以上は単純な火力が必要になるね。極限強化やスキルを強くすればより楽になるだろう。もっと言えば多分雷武器の方がダメージは取れますね。極限を加味しても属性肉質が柔らかいので。足に20も通るからね。双剣なら属性ありの方が強そうだ。よし、終わったぞ。12分台だから前回よりちょっとだけ縮んだ。この装備ではこんなもんでしょう。石の選択とかは正解だったと思います。さて、これで古文書も進みますね。おそらく7冊目が解読できると思います。じゃ、最後それを見ていこう。次はドイツかな。ブラキディオスのようですが、若干色味が明るいですね。普通の個体ではなさそうだね。大長老に聞いてみよう。はい、タケルハゼルブラキディオスの解禁だよ。こいつは今作が初登場だね。臨界ブラキまで来ましたか。古文書も後半戦になってきました。次回はこのクエから攻略していきましょう。またしっかり準備してきます。よし、それじゃあ今回は締めに入ろうか。ダラーシュ超えた。今回は色々と大変な回だったぜ。準備段階でレア素材に泣かされましたね。これまで素材では苦労してなかったんですが、シャガルトレウス足のサブタゲマラソンだけで何時間もかかってしまいました。無事に全部終わってよかったよ。別にこれがゴールじゃないからな。ですね、狩猟のホグはうまくいったので、それは良しとしましょう。次回からも強力なモンスター盛りだくさんです。引き続き頑張りましょう。ほいじゃ、次の動画で。またね。